緊急で動画を作っています。なんと現在、この世界にタイムトラベラーが現れました。そうです。チャプター5の ARG がついに始動したと見ていい状況です。まず前提を整理します。今回のケースは実際の時間移動ではなく、ARG 上で時間軸の異なる人物として振る舞う演出だと考えられます。以降の解説はこの前提を踏まえた上で進めていきます。これまで私はチャプター5では ARG は来ないという見方をしていました。ただし、それは当時の公式情報や過去の事例を前提にした考察です。今回の出来事によってその前提自体が更新された形になりました。正直、これは予想外でした。モブのサプライズには毎回驚かされます。その人物の名前はシーイングリーズン。詳しくは後ほど解説しますが、彼女は2004年1月20日の時間軸にいると語っています。性別は女性。彼女はおよそ30分ほどコミュニティに滞在し、いくつかのやり取りを行った後、一旦その場を離れました。ではまず、実際に何が起きていたのか、そのやり取りを一緒に確認していきましょう。何が起きたんですか？最初にタイムトラベラーが現れたのは、ディスコードの雑談スレッドでした。日本時間で深夜3時41分。何の前触れもなく、突然書き込みを始めます。最初の発言は、プレイタイム社のアカウントに何が起きたんですか？という問いかけでした。これに対する周囲の反応は、比較的落ち着いたものでした。アカウント自体はまだ存在しているが、現在は活動していない。自分の知る限りでは存在しているだけで、チャプター4の ARG のために使われただけだった。この時点では特別な違和感を覚える人はほとんどいなかったようです。しかし、トラベラーは続けて質問を重ねます。ここにいる人で、プレイタイム社のアカウントと実際にやり取りできた人はいますか？それとも、工場の中で誰がそのアカウントを運営していたのか分かっていますか？これに対し、確かハーレーだったと思う。という回答が返されます。補足として、過去のチャプター4の ARG では、ホワイト博士のアカウントがソーヤー博士に乗っ取られていたという事例がありました。それを受けてトラベラーはこう語ります。不思議ですね。少し気になっただけなのですが、ここではあまりこの話題が出ないことに驚きました。目立たないようにしているのかもしれませんし、単純に知らないだけなのかもしれません。おそらく後者でしょうね。この発言がソーヤー博士のことを指しているのか、ホワイト博士のことなのか、あるいはプレイタイム社のアカウントそのものについてなのか、この時点でははっきりとは分かりません。ただし、この段階でも周囲はまだ大きな異変としては受け取っていませんでした。謎のトラベラーである彼女は、そのまま考察勢の集まる考察スレッドへと向かっていきます。ここで聞いた方が良さそうですね。考察勢の集まるスレッドでは、この時すでに様々な議論が交わされていました。その流れの中で、トラベラーは唐突に話しかけます。ここで聞いた方が良さそうですね。この場で、プレイタイム社のアカウントを運営していた人物が誰なのか分かっていますか？しかし、この問いかけはほとんど反応を得られませんでした。スレッドの流れに埋もれ、事実上相手にされなかった形です。それでもトラベラーは質問を続けます。誰かがハーレーという人物が運営していたと言っていました。それでも状況は変わりません。ほとんど注目されなかったため、トラベラーは別の形で話題に割り込もうとします。ハーレーは別アカウントを使っていて、実は彼こそがプロトタイプなのではないか。そう推理しているファンの投稿に返信する形で、半ば強引に会話の輪へ入っていきました。それに対して、トラベラーはこう返します。本当ですか？でも、プレイタイム社のアカウントは協力的だったと思っていました。それでも、この時点では、周囲の多くは違和感に気づいていません。明らかに異質な発言をしている人物がいるにもかかわらずです。例えるなら、動画のコメント欄に、突然博士本人が紛れ込んでいるような状態です。さらにトラベラーは、はっきりと目的を口にします。プレイタイム社のアカウントを運営していた人物に連絡を取ろうとしています。その正体が誰なのか分かっていますか？その人の助けが必要なんです。この発言から分かるのは、トラベラーの目的が単なる考察への参加ではなく、アカウントの管理者本人と話をしたいという点です。しかし、無情にも時間だけが過ぎていきます。しばらくの沈黙の後、トラベラーはついに注目を集めるため、殿下の宝刀を抜くことを決めます。これが見えますか？トラベラーはプレイタイム社のアカウントをメンションし、これが見えますか？と発言しました。ポピープレイタイムが好きな人であれば、ここで反応せずにはいられません。聞こえますか？これが見えますか？このフレーズは、プロジェクトプレイタイムの VHS や
スリープウェルに登場する印象的な一文として知られています。この一言ははっきりと効果を発揮しました。すぐに、もういないよ。なんでプレイタイム CO のロールを持ってるの？どういうこと？なんでそのロールを持ってるんだ？といった反応が一気に返ってきます。この流れを見る限り、多くの人がまずトラベラーのプロフィールを確認しに行ったと考えられます。そこで目に入ったのが、ロールと呼ばれる役割や権限を示すタグです。トラベラーは、現在は取得できないはずのプレイタイム社のロールを所持していました。このロールは、過去の ARG でも使用されていたものであり、管理者、あるいはモブ側の人間である可能性が高いことを示唆します。これに対し、トラベラー本人は、よくわかりません。と、とぼけた反応を見せます。この瞬間、考察スレッドの空気は一変します。一気に ARG モードへと切り替わり、トラベラーは質問攻めに遭うことになります。その中で、あるファンが確信をつく質問を投げかけました。あなたが選んでいるそのロールは、今は取得できないはずです。それなのになぜそれを持っているのですか？それに対する答えはこうでした。今使っている機械にそのロールが入っているのだと思います。あまり大きな意味はないと思います。さらに、その流れの中で非常に鋭い質問が飛び出します。そちらでは、今日は何日ですか？それに対する返答は、2004年1月20日というものでした。今からおよそ22年前、主人公が工場へ戻る前の年から、彼女はこの場と交流していたことになります。この返答を受けて、コミュニティは一気に混乱状態に陥ります。一体、何が起きているんだ？誰か状況をまとめてくれ。そんな声が飛び交う中、トラベラー自身も、私も、あなたと同じくらい混乱しています。と語りました。あなたは誰？次に投げかけられたのは、非常にシンプルな質問でした。あなたは誰ですか？これに対して、トラベラーはこう答えます。シーイングリーズンと呼んでください。近所の気さくな探偵みたいなものです。本名なのか、それともニックネームなのかはわかりません。ただし、この名前には明確な意味があります。シーイングは、見る、見抜く、気づく。リーズンは、理性、理由、道理、根拠。この2つを合わせると、感情ではなく理性で真実を見抜く存在。職業としての探偵ではなく、個人として調査を続けている人物。そう読み取ることができます。次に、こんな質問が投げられました。プレイタイム社って聞いたことありますか？昔の工場なんですが、それに対する答えは即答でした。それはおかしな質問ですね。もちろん知っていますよ。続けて、確信に近い質問が出ます。プロトタイプについてもっと教えてもらえますか？しかし、ここでトラベラーは明確に話題を遮ります。彼の話はやめましょう。さらに質問は続きます。今、正確にはどこにいるんですか？そして、私たちと話している目的は何ですか？これに対して、彼女はこう答えました。ここで私が欲しいのは、いくつかの答えだけです。いろいろな話を耳にしますが、どう受け取ればいいのかわからない。それでも、知る必要があるんです。ここまでのやりとりからわかるのは、トラベラーは喜びの時間の後、自らプレイタイム社について調査を続けている人物だということです。噂ではなく、真実にたどり着きたい。そして、プロトタイプについて何かを知っている雰囲気を見せつつも、その話題には触れてほしくないという姿勢がはっきりと見えます。彼女は次のような例えも使っています。例えるなら、誰かが何年にもわたって秘密のメモを回してきたような感じです。私はそれを探しています。つまり、トラベラーが探しているのは、プレイタイム社の真実に近づくための断片的な情報。この場では特に、プレイタイム社のアカウントを運営していた人物についての情報を求めていると読み取れます。さらに、こんな質問も投げかけられました。その人たちを味方だと思いますか？それとも敵だと思いますか？それに対する答えは非常に率直でした。味方であってほしいですね。その人たちの助けが欲しいんです。ここで、あるファンが一つの資料を提示します。もしかして、これがその人たちではないか。そう言って取り上げられたのが、フォートナイトの資料にある秘密のメモです。そのメモには、受け取ってから1週間後に何かを探すよう指示があり、差出人は正体不明の友達。非常に不気味な内容でした。しかし、トラベラーの反応は冷静でした。これは何なのか、全くわかりません。そのメモが何なのかもわからない。ただ、噂を耳にしているだけです。前回のモブの投稿から、ちょうど1週間ほど経っていたこともあり、何らかのつながりを感じましたが、この発言から見る限り、今回の件とは別の可能性が高そうです。このやりとりによって、プレイタイム社の真実を調べている人物が、
トラベラー以外にも存在していることが明確になりました。最後にこんな問いが投げかけられます。他に何か質問はありますか？それに対する答えはこうでした。山ほどあります。でも今すぐ答えが出るものではないと思っています。もう少し調べてからまた戻ってきます。今日中になるとは限りません。それにトラブルになる前にそろそろこの場を離れないといけないので。この発言から発売まで1ヶ月を切ったこのタイミングで、コミュニティとの質疑応答が今後も定期的に行われる可能性が高いと考えられます。彼女が語る時代である2004年1月20日には、現時点では特別なイベントは確認されていません。ただし、昔という表現に対してごく自然に返答していることから、その時点ですでに工場が封鎖されていた可能性が高いと考えられます。分かっているのは、プロトタイプについて何かを知っていること、プレイタイム社の管理者と連絡を取りたがっていること、そして断片的な情報を集め続けているという点です。今後の進展が非常に気になりますが、新しい情報が入り次第、爆速で動画化していきたいと思います。気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。そして最も意味深なのが、自己紹介文にあった私は楽園を用意した感謝される人物という一文です。真っ先に思い浮かぶのは、楽園はプレイケア、それを用意し感謝される立場にある人物といえば設立者であるエリオットです。この一文からはトラベラーがエリオットと何らかのつながりを持つ人物である可能性も見えてきます。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。